なるほど。あの襲撃からずっとこの辺りに隠れていたんですか。ええ、教団の跡地もありますし、身を潜めるには好都合ですから。蛇の一団が巨大な鐘を設置する様子も観察できましたよ。あの博士がいた現場ですか。中央広場にあったゼロの手法を完成させる儀式に使っていた巨大な鐘だね。何らかのアーティファクトなのは間違いないと思うけど。ちなみに鐘は再び撤去され、クロスベル市に戻されたようです。現在この地にいるのは我らヘイユへのみと言えるでしょう。インドの除けばですが。リーシャ。ロイドさん、今はどうか見逃してください。この地で私が行ってきた数々の違法行為、捕まるわけにはいきませんが、せめてこれ以上迷惑をかけないようカルバードに帰るつもりです。ことをなしたらきっとそれは復讐ってことか。あの人たちは何よりも大切なものを奪った。みんなの太陽を、かけがえのない希望を、決して許されるものではありません。そこで破棄した契約を再び交わしてくださったのですよ。強敵たる赤い星座に協力して対抗するためにね。あんたは黙っててくれ。なあリーシャ、イリアさんが目を覚ましたのは知っているのか。本当ですか。はい、異変のすぐ後に意識を取り戻したそうです。すっかりとは言いませんが、すごく元気そうですよ。エイドスよ、ありがとう。あなたの慈悲に感謝いたします。よかったじゃないですか。まあ聞いた話では下半身不随でステージ復帰は絶望的だそうですが。あんた、とっくにその情報は掴んでいたみたいだね。ええ、インドのは知りたくないとおっしゃっていたので、あえてお教えしていませんでした。サオ様、何もそのような。インドの、どうか誤解なさらないでください。あなたを気落ちさせたくないというサオ様なりの心遣いで。弁解は無用です。それに何を聞いたところで私の意志は変わりません。私なりのけじめをつけてからクロスベルの地を去るだけです。私どもとしては非常にありがたい話です。ロイドさんたちもお互いの事情はあるでしょうが、戦うべき相手は共通しています。ここはぜひ協力関係を結ばせていただきたいところですね。ええ、別に構いませんよ。ただしリーシャは引き取らせてもらいますが。ロイドさん。ほう。リーシャ、イリアさんからの伝言だ。あんたにとって一番大切なものは何？その大切なものを前にして頑張らずにいられるの？イリアさんはさ、全然へこたれてなかったよ。最初は不安を感じながらも、
あえて強がっているのかなって思ったんだけど、絶対に舞台に復帰する、そう信じて疑ってないみたいだ。それがどれだけ大変なことかもちゃんと理解した上でね。まあ正直あれだけの信念を貫くのは難しいとは思うけど、それでも話を聞いているだけで私たちも勇気づけられました。イリアさんがそんな意気込みで舞台復帰を目指している中、君にとって一番大切なものは何だ？赤い星座への復讐か、受け継いできた陰の道か、それともそんなの言えるわけないじゃないですか。血塗られた私が、闇に生きてきた私なんかが。ごまかすな、リーシャ。俺は君に本当に大切なものは何かと聞いてるんだ。頑張らずにはいられない、君の魂が求めずにはいられない大切なものは何なんだ？そんなのアルカンシルに決まってます。私はまたあのステージで踊りたい。イリアさんやシュリちゃんや劇団のみんなたちと、ただそれだけなんです。そっか。そもそもさすがはロイドさん、見事こちらの段取りをめちゃくちゃにしてくれましたね。いや、この場合イリア城の勝ちと言うべきか。やられましたよ。見事にやられました。サオさん。言い訳はしませんよ。本当はこの上なく腹渡が煮えくり返っていますが、ま、今後の協力もありますし、今回は引いておきましょう。インドの、いえ、リーシャ・マオさん、ヘイユへとの契約は今回については終了しましょう。どこに行こうがどうぞご自由に。サオさん、ありがとうございます。あくまで今回は諦めたというだけですから。私がヘイユエが高みを目指すにはやはりあなたの力は欲しい。まあせいぜい気を抜かずに舞台に励むといいでしょう。ええ、私絶対に諦めませんから。はあ。ロイドさん、どうもお疲れ様です。まさかあそこであんな風に持っていくとはね。さすが司法の巫女に懐かれるだけはあるようだ。いやいや、ただ伝言を伝えただけさ。でもなんとか伝えられてよかったよ。ところでロイドさん、この私の憤懣は一体どこにぶつければいいのでしょう。そうですね。リーシャさんに去られる代わりにあなたにヘイユエに来ていただきましょうか。いろいろ期待外がありそうですし、
素晴らしい戦力になってくれそうだ。サオさん。確かにあなたのトンファーにしても我らの憲法を収めればさらなる高みに行けるでしょう。いや、お言葉はありがたいですけど。モテモテだね。これはうちも負けずに勧誘しておこうかな。ワージーさん、冗談に聞こえません。新たな隙間を感知。フランさん、データを送ります。はーい、出ました。クロスベル北西エリア、マインツ山道中間地点です。マインツ方面か。行動できるエリアが広がるな。まあ向こうもこちらの動きにそろそろ気づいていそうだけど。マインツ方面といえばヘイユエとは異なる勢力がレジスタンスをしていたはずです。何でもリーダーは国防軍の現状に異議を唱えた元警備隊メンバーだそうですが。そうなのか。てっきり全ての隊員が国防軍になったと思っていましたが。まあ無理もあるまい。警備隊に甚大な被害を与えた赤い星座が大手を振って動き回っているくらいだ。その欺瞞に耐えられないものが出てきても不思議ではなかろう。それじゃあひょっとしてお姉ちゃんも。いや、残念だけどそれはないと思う。ノエルは全てを飲み込んだ上で今のクロスベルを守るという道を選択した。その決意を簡単には曲げないと思う。そうですよね。お姉ちゃんって本当に強くって不器用ですから。フランさん。まあいずれにせよそのレジスタンスってのにはコンタクトしておきたいね。場合によってはヘイユエともども力になってくれるかもしれない。なあ、とにかく降りてみよう。そういえばリーシャン、その前にウルスラ病院に寄っておくか。イリアさんは君にとても会いたがってたよ。いろいろあるとは思うけど元気な顔を見せてあげたらどうだ。いえ、やめておきます。私はまだイリアさんの前に胸を張って立てませんから。せめてクロスベル市を解放してアルカンシェルを取り戻すまでは我慢させてください。そうか。もどかしいですけど気持ちはわかる気がします。ごめんなさい。もちろんご用があればウルスラ病院に行くのは構いませんから。私はその病院前で待たせてもらいますけど。なあ、わかった。それにしてもリーシャン、やっぱりこちらが素なんだな。さてと参道方面にいるレジスタンス勢力だけど、まずはマインツを目指した方がいいのかな。そうだな。マインツの様子も気になるところだし。ただなるほど、確かにそちらも気になるね。結社の13工房の一つローゼンベルク工房ですか。確か以前
機会があったら話を聞かせてくれるかもしれないとのことでしたね。そうなんですか。実は前に潜入しようと試みたことがあったんですが、地下の構造がものすごく複雑で諦めるしかなくって。そうだったのか。ヨルグか。しばらく顔を合わせていないが相変わらず壮健そうだな。サイトもあのおじいさんと面識があるんですか？互いの事情もある程度は知っている間柄だ。蛇の一員ではあるが呆れるくらい昔かたぎな職人でな。信用できる人物であるのは間違いないだろう。そうか。結社方面の情報も知りたいし、訪ねてみる価値はありそうだね。マインツに向かう前に寄ってみましょうか。なあ、そうしよう。さてと、留守にしてないといいんだが。この状況ですし、他の場所には出かけていないと思いますが。出かけてはおらぬ。わあ、伝声か？そろそろ来る頃だろうと思っていたぞ。案内役の人形さ。入ってくるがいい。言うまでもないが、その子からはぐれたら身の保証はできんぞ。相変わらずだな。とりあえず話が早くて助かった。お邪魔させてもらおう。ですね。珍しい客人もあったものだ。久しいな、新郎よ。そうだな、人の子よ。さすがのお主も随分と老けたようだ。相変わらず蛇どもに関わっているようだが。しがらみというのは属性でなくともつきまとうもの。お主を縛っていた名役とて同じようなものであろう。違いない。なんだかとんでもなく遠い話をしているような。ああ、同じ世界の会話とは思えないな。しかし聖杯のドミニオンにここに侵入しようとしていた東方人外の魔人か。なかなか個性的な顔ぶれが集まっているではないか。確かに。その説は失礼しました。ヨルグマイスター、お話しした通り、俺たちは今この状況を何とかするために動いている最中です。特に結社の動きについて何かご存知ではないでしょうか。すでに知っているかもしれんが、結社は今回黒井助の目的に協力しているだけの立場に過ぎ、結社の計画、減塩計画はすでに次の部隊へ移行しているようだ。すなわちエレボニア帝国にな。実際他の使徒やレギオンがそちらの方で動き始めていてね。僕らがクロスベルにそこまで戦力を割けないのもそのあたりが理由だったりするのさ。そうだったのか。大陸全土でいろいろなことが起こりすぎているみたいですね。だが非常に厄介な3名がまだクロスベルに残っている。
それも結社の中でも指折りの実力者たちだ。道化師カンパネルラ、そして使徒と呼ばれるノバルティスという博士とアリアンロードという女性ですね。あの女性は一体何者ですか？あの動きと反応、とても人の技とは思えません。わしも詳しくは知らぬ。ただ凄まじい装備を使い、仁義にも熱い人物として結社では知られている。付き従う戦乙女たちは皆彼女がいずこからか見出した上で稽古をつけているらしくてな。一人一人がレギオンに迫るほどの実力を持つらしい。あのレンさんと同じくらい。まあレギオンの能力は戦闘だけじゃないみたいだけど、それにしても計6人も厄介な相手が協力してるわけか。でも協力しているだけということは、場合によったらクロスベルの今後の状況には深入りしない可能性が。そうかもしれんな。もっともノバルティスの若造は司法の力を受けた人形どもに興味津々なようだ。いずれにせよわしの情報では彼らの今後の予定はわからぬ。そうですか。なかなか一筋縄ではいかなさそうですね。ところで先ほどから少し気になっているんですが、パテルマテルを修理している最中なんですか？うわあ、喋った。まあちょっとしたメンテナンスのようなものだ。ノバルティスの若造はこの機体に随分就寝していた。今は新しい人形に夢中なようだから心配ないとは思うが、もし奪いに来たら逃がせるよう備えだけはしておこうと思ってな。なるほど。いざという時は殲滅天使がいるリベールまで行かせるわけか。しかし聞いてる限りだとあの博士と随分仲が悪そうだね。否定はせん。もともとこのゴルディアス級はわしの全てをかけて開発したものだ。それを途中で奪い去り、非道な接続試験までした挙句に蓮のような幼子をあてがったこと、なんとか接続が成功したとはいえ、その試み自体は許されざる所業だ。確かに教団のした実験と大差ないかもしれません。おまけに司法なしでは満足に稼働することもできぬ後継機どもを勝手に開発して、それをゴルディアス級の最終形などと臆面もなく言う厚かましさ。この場にいたらあの細首を締め上げてくれるところだ。そうですか。まあ落ち着け。相変わらず作品のことになると冷静ではいられないようだな。まあそれはともかく、いかに高顔無知とはいえ応用強化する技術にかけては天才的な頭脳を持つのは確かだ。わしが開発した人形兵器もあやつに改造強化された上で量産されていると聞いている。噂ではそれらの機体が塔や総員などにも配備されているらしいぞ。そうなんですか。それは初耳だな。しかしそれらの場所に配備されているということは、やはり例の大金を守っているのでしょうか。その可能性は高いだろう。あのアーティファクトらしき大金についてはわしも個人的に調べていてな。何か分かったらお前たちにも教えてやってもよい。本当ですか。へえ、さすがに気前が良すぎない？
こたびの顛末についてはわしも少々頭にきているからな。ノバルティスの若造もそうだが、わしが協力していたアルカンシェルをむちゃくちゃにされたこともある。そういえば舞台装置やオートマタも全て破壊されたみたいですね。全て作り直しだろう。その意味で赤い星座とやらもそれを雇った黒井助の当主も個人的には許しがたい。娘の方はわしの人形の熱心なコレクターのようだが、それとこれとは話は別だからな。なるほどね。わかりました。正直とても助かります。大金について何か分かったらぜひご連絡をいただけると。